これが食べれるからここの道の駅来たのに今日休業でした。残念。本生すりわさび付き。食べ比べしたかったんよね。まあ、もう一個の方だけ食べましょう。そばも食べに行くから。うん。色が何とも言えないですね。絶対これわさびじゃないじゃん。いどうだろうね。どんぐらいわさびの感じがする。ただきます。どう？それ美味しくないかもだろう。わさびだね。結構わさび？ほんのりとかでもない。わさびだね。もちろん辛さはないよ。でもわさびだねって感じ。ん？わさびいや、わさび知ってる？レモンの。しっかり香るでしょ？なんとなく香るぐらいだったらそう俺の味覚がおかしい？嗅覚がおかしい？めっちゃ甘くて美味しいんだけど。わさび香るし。ちょっとするかしないかぐらいの色見なかったら普通に全然わさびだとはわからない。皆さん騙されてはいけません。わさびだとはわからないことはないです。全然ツーンとかないし、うん香りもあんまりわからない。自分の味覚が美味しいのか、あんまりわさびがわからなかったっていう。自分の味覚が美味しいから。ソフトクリーム自体が美味しかったです。わさびをなんかちょっと感じるかなっていう感じ。私はしっかりわさびを感じましたけれどもね。うーんおかしいですね。人によるのおかしいかも。りょうくんはそもそもわさびが好きなんでしょ？わさびのお菓子結構食べるからかもしれない。私はそんな好きかって言われたらわさび自体を食べられるほどわさび好きではないからかも、そのより風味を感じたのかもしれないけど、ミックスぐらいがちょうどいいかも。あんまり好きじゃない人は。あれはもうがっつり全部わさびソフトだったけど、まあでも甘くて美味しかった。後味にその辛さが残ることもないし、あとは今からお蕎麦とか食べに行きたいと思います。近くに演歌天城越えの歌詞の中に出てくる常連の滝っていうところがあるみたいなので、そこまで行きたいとは思います。ネット情報によると結構降りていくらしい。書いてあった。本当は帰りにめっちゃ登らんといかんってことやろ。うん。結構大変っていうのは見た。遠くに音が聞こえるもんね。運動不足解消のため頑張ります。いるけど釣れにくい。うん、いるけど釣れにくい。ここは釣りもできるみたいで、ここでしか釣れないのアマゴ様と呼んだらいいのかな。釣れるんだって。だけど難易度がめっちゃ高いらしくて、いっぱいいるんだけど釣れにくいんだって。頭がいいらしい。だから普段釣れるのはニジマス。有料で餌釣り代払ったら、こっちの綿抜きとかも無料でしてくれるんだって。で、コンロとかも借りられるから、ここで食べてもいいし、持って帰ってもいい。牡蠣だけでなく、アマゴにも出会えるかも。これがわさび。静岡のわさびは世界農業遺産にも認定されている育て方で、伊豆からこう発祥していったんだけど、それがその水でやるっていう栽培かな。続き。あれで修行したらもう沈んじゃうね。足つぼに飲まれそう。乱れて隠れ宿すずら折常連の滝舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた山が何があってももういいのくらくら燃える火をくぐりあなたと越えたい天城越え
辛い。中に入れ込んで。入れ込んで、ちょっと舐めたいけど。あー、わさびだけね。おー、辛いけど甘みがある。そう。あ、違う。口に入れた瞬間今甘かった。うんね。もう、お店の人に聞いたらさ、もう全然違うよ。もう、一般のやつはあれも作った味だからね。へえ。わ、すごい。よかったね、さっきソフトクリーム食べられなかったから。うん、よかった。お団子があるのは知ってたけど、あ、そうやっちゃう。このアイスは知らなかった。じゃあ、いただきます。どうですか、さっきの音は。あー、ピリピリするし、香りがめっちゃ広がる。あー、ってことは、さっき食べたやつはやっぱり、ちょっと分かりにくかった、のかな俺には。。食べやすくしてあったのかもね。うん。うまー。俺大好き、これ。りょうくんの大好きがいただいたので、皆さんぜひ常連の時まで。お墨付きだね、りょうすくんの。ごいすごい。辛いけどうまい。わさびのあんまり得意ではない私が行きますよ。ピリピリするよ、ピリピリ。全然。うん。わさ多分びやっぱ風味が違うんだよ、やっぱり。うん。全然、じゃあもう美味しいもん、わさびなのに。ピリピリはするやろ。うん。さっきもちょっとピリピリしてたけど、食べた時の風味がさっきのアイスと違って、こう全然、広がる。わうんうん。うん、優しい。して。わさびでこんなに違うなんて、ある意味の食べ比べになってしまったわ。じゃあお団子もいただきます。わさび醤油がかかった熱々のお団子です。けどこんなんでっかい。お団子トロトロ。でもわさび醤油はあんまりわさび感じなくて食べやすい。うわ、美味しい。お団子美味しい。わあ、手作りのお団子って美味しいね。So what would I say? 'Cause even if you did, it's already too late. You moved on, and that's for sure. Whoa, 'cause it hurts my gut. 静岡県はわさびの栽培発祥地になっています。この伊豆で畳石式って言われるわさびの栽培方法が開発されて、よりわさびが広まっていったという歴史があるそうです。ループ橋を走っております。あ気持ち悪い。ー、すごいよ熊本の人よしみたい。ー。それよりもすごい。九州のループ橋よりもすごい。これやばい。2回目だよ、これ回ってるの。上にあるもん、道が。おー、目が回りそうだ。そう思ったら常連の時すごい上にあったんだね。そうだね、登ったよ。あ教えていただいたんですけれども、こちらをまず取ってしまって、これにこっちからするみたい。全部するんだって。結構力いるわ。へえ。全部食べられるって言ったの。おー、出てきた出てきた。うわあ、わさびするって大変なんだな。わさびを真ん中に乗っけて、周りに醤油をかけると。いただきます。すっごい口の中でわさびが広がる。うわーって。鰹節のおかげでわさびの辛さもちょっと軽減されて、鰹節と醤油だけなのにこんなに味がしっかりするんだって。わさびの味をすごく楽しめる。入れすぎるとさすがに鼻にツーンってくる。いただきます。めっちゃ鼻にふわって抜ける。鰹節がまた香りがいいから、このわさびの辛さも気にならない。普通のわさびとやっぱ全然違うね。こんなに食べたら普通ツーンってきそうだけど、わさびの味もしっかり楽しめる。
細麺で爽やかな味。爽やかそばね。後からピリピリ。うまい。そばだけ食べる。後ですね。うん。ほんのりピリ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 ってしてる。つるんじゃなくて、ピリ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 して後です。うん。なんだ、本当にピリピリするお蕎麦のね。うん。爽やかで。わさび乗せるとまたもうより爽やか。美味しい。美味しいお蕎麦。味どころ角屋に行ってまいりました。はい。僕たちが出た後にはもういっぱい人も並んでいて早めに来てよかったなと思いました。うん、食堂は9時半からって書いてたね。わさびを売ってるからわさびだけを求めてくる人もいましたけど、実際に自分たちでわさびをすりおろして食べるっていうところが面白いし、すりたてわさびが食べられるのも魅力だなと思いました。こんなにね一度にわさびをたくさん食べるっていうのは人生で初めてでした。この後は大室山まで移動していきたいと思いますので、はい、今日は亜美さんの運転で頑張ってもらおうと思ってます。はい。まさかの運休でした。結構楽しみにしてたんだよ。俺も楽しみやった。今日一大イベントだと思ってたのに。景色がね見れる予定だったしね。富士山も見えるんだって。やっぱ結構端っこに行ったら俺ら会ってないんだろうね。海側に行った時にいつもうまくいかないね。今日はもうこれ以上待っても運休だということだったので仕方がありません。諦めます。諦めます。大人個人1人1000円で上に登れてこの景色を楽しめるっていうやつだったんだけど、山の上からの景色が見たかったよね。そうなんだね。君の名はみたいな。あの周り歩けるのすごいね。てっぺんのそうよね山頂の、であの中では浅間神社とかアーチェリーができる場所があるらしく、Hey, you can open up to me, show me what's inside. Mother Nature made us to intertwine. Lavender elixir, so full of pheromones. Give me one taste and you're gone. What if I can't get you out of my thoughts? What if my seasons don't change? What if you forget to forget me not and we fade away? You're my little flower. 道の駅に到着しまして車内におります。今日はちょっと暑すぎるんですけれども、車内がなんと30度もあります。9月の下旬なのにもう、なんだけど今日はねニュースにも出てたけど静岡結構暑い日だったので、ようやくね火を使った料理ができるかなーっていう感じだったんだけど、今日はもう絶対無理と思って伊豆のところてんを買ってまいりました。福島県産の牛乳以上です。中飯というのかわからないけど、黒蜜バージョンも売ってあったんだけど、黒蜜で食べたことないよね。くず切りみたいな感じなのかな。多分そうだとは思うけど、俺の中でところてんって甘いのは嫌だなって思う。そうなんだ。気になったけどね。いただきまいただす。きます。飛んでるのは辛いけど、やっぱ寒い方がいいんだなって思った最近。美味しい、この人みたいな。ラッキョウとかで初めて食べるかも。実際。家とかでも出らんかった。うちは結構多かったけど、もうこれがなんだかんだ俺一番好きで、マヨネーズよりもこっちの方が美味しい。確かに。絶対車中泊してる人たちでもこういう食べ方してる人ほとんどいないと思うよ。夏だなぁ、まだ。今日火使ってたらもう無理だったわ。絶対車内35度にはなってたし。高いとこに行かんとダメなんや。そう、もう。車の近くはね、涼しいんだけどね。この間これの気温の半分よ。15度って。
温泉も結構厚めだったからね、今日は。ポカポカしてた。ずっと。ごちごちそうさまでした。とにかく暑い。どんどん気温上がるよ。31度にもなります。これから涼しくなることを願って、車中泊も続けていこうと思いますけど、平地で快適に寝られる時はまだまだ先になりそうです。本当旅をしてないと行こうと思う場所じゃなかったから、全て回りきることはできませんでしたけど、伊豆の雰囲気だったり、わさびをこれだけ1日で食べたことは人生で最初で最後だなというふうに思ってます。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。低すぎ